こんにちは、ケイスケです。今僕はノルマンディー橋という橋を渡っています。この橋、実はパリを流れるセーヌ川の河口に架かる斜張橋で、僕は今セーヌ川河口のル・アーブフから反対側の町オンフルールに向かっている最中です。この映像だと分かりづらいのですが、約60メートルとそれなりに高さのある橋です。見ました？今人が橋の下を眺めていましたよね。実はこの橋、人も歩いて渡れるらしいんです。ちなみに自転車専用のレーンもあって、車以外はどうも無料のようなんです。橋の幅は24メートルほどで、自動車専用レーンが4本、自転車と歩行者専用レーンがそれぞれ2本という構成です。この大きな橋の真下をあのセーヌ川が流れているって、なんだか不思議な感じがします。ここはセーヌ川の河口にほど近いオンフルールという町のビーチです。今は干潮のようです。向こう側に海が広がっているのがわかりますか？海水の向こう側、建物が建っているところがル・アーブルという町です。フランスではマルセイユに次いで第2の輸送量を誇る港がある町です。先ほどまで空一面を覆っていた雲の裂け目から綺麗な青空が覗いています。ここは時間帯によっては海中にあるということですよね。そういえばこういった場所では水位が上がってくるときは一方方向からだけではなく、四方八方から海水が急速に満ちてくるので、磯に戻るまでにかかる時間をあらかじめ考えておく必要があります。地面には海水が少しにじみ出ていますが、足跡がつかないほど硬い表面です。あのパリを流れるセーヌ川がここにつながっているだなんて、なんかイメージが湧かないというか、不思議な感じがします。向こう遠くに見える橋は、僕がさっき渡ってきたノルマンディー橋です。斜張橋は他のスタイルの橋よりも長い距離の橋を架けることができますが、構造上その分高い塔が必要になるようで、あの橋の2本の塔の高さは200メートル以上もあるそうです。これからオンフルールの町に向かいます。ということで、この右奥にあるパーキングに車を止めてきました。これから町の中心に向かっていきます。その一番手前に浮かんでいるボートがポニョに出てきたちっちゃなボートのようで可愛いですよね。停泊している船の形に特徴があって少し変わっていませんか？ノルマンディ地方の底引き網漁船だそうです。この停泊場の正面には数軒のレストランが建っています。もちろんシーフード専門のレストランです。その底引き網漁船を横目に見ながら、石畳の岸壁をまっすぐ町の方に向かっていきます。晴れましたね。この辺りは新鮮なムール貝やカキが取れるようです。漁船の後部はこうなっているんですね。じゃあ進みましょうか。この船面白いですね。変わってる。なんかテレビ撮ってますね。この向こうにオンフルールの市街地が広がっています。じゃあちょっと町の方に行きましょう。マスクしないとまずいのかな。いわゆる港町ですね。焦げ臭い。眩しいな。ずいぶん晴れてきましたよね。じゃあこっちから行きましょうか。あ、こういうの面白いですよね。
かなか見れないものを見た方がいいから。ここ小さなあれですね、港みたいになって。向こうに見えるスレート吹きの家並みはこの町の観光の目玉となっています。信号がありますね、橋に。入っていいのかな、まあいいや。これこの町の市役所ですね。ホテル・ドゥ・ヴィルと書いてありますね。そして少しだけマルシェ・ド・ノエルがまだ出てます。すごく綺麗な街ですね、ここね。すごい綺麗な街並みだね。ここマルシェ・ド・ノエルができてるのやったわですね。ちょっとした広場に入りました。クリスマスマーケットと聞くと25日で終わるイメージがあると思いますけど、実際はクリスマスを過ぎても継続されているのが普通で、長ければ年明けまで出ているところもあったりします。向こう行っちゃった。これどうやって乗ってんだろう。彼女動けなくなって、かわいそう。面白いですね。子供たちを筆頭に人々が集まってきました。じゃあ行きましょう。ここ入っていこうかな。これはモニュモンヒストリックって書いてあるね。なんだろう。入ります。内側に入るとそこは中庭のようになっていて、でもよく分からなかったのでそのまま出ることにしました。かわいいね。あ、すごい。可愛くないですか。僕が今通ってきた道です。じゃあ行きましょう。この正面は海洋博物館だそうです。ね、石畳ですね。結構雨が降ってたんで濡れてますね、やっぱね。まだこういうところがまだあるんだね。さっきのポートに出てきました。観光客多いな。年末だからなのか週末だからなのか観光客が多いですよね。フランスは日本のように年末年始の休日はなくて、12月25日と1月1日だけが休日なんですね。それに振り替え休日というものがないので、だからもしこの休日が土日に重なってしまうと、そのまま週末として過ぎていくというちょっと寂しい結末になります。ちなみに今年はこの両日はともに土曜日、そして来年は単なる日曜日として過ぎていきます。この広場中央にあるモニュメントです。フランスの外交面で活躍された方の記念碑だそうです。そこに見えるガラス張りの建物はこの町の図書館で、その向こう側に見えるのはレオナール教会です。ということで一旦鳩場の方に戻りますね。建物がどれもおしゃれで古い街並みでいいですね。この町はイギリスへの軍事遠征の拠点だったそうです。このオンフリョフの名前の由来はどうもスカンジナビア語だそうで、元は海から渡ってきたスカンジナビア人によって町は始まったようです。
セーヌ川の河口で海に面しているということから、王宮の川の防衛、そして海上への出発点という2つの役割を長らく担ってきた町です。綺麗な町ですね、ここね。ちょうどこっちが眩しくて全然見えないや。こっちの方が面白そうかな。このトリュフチョコレートって形が単にトリュフに似てるからって付けられているのご存知でした？あとトリュフは日本語だと西洋松露って言うんですね。こっちよりこっちかな。お、ここから下がるの。この影からも分かるようにさっきよりも日が傾いてきたようです。とりあえず適当に行ってます。マルセイユ石鹸のお店こんなとこには。このタルト美味しそうですね。このタルトが気になって立ち止まってしまいました。特にこの黄色のレモンのタルトが気になっています。マカロンもある。お店が可愛いね。でも街並みが可愛いですね。そうか。このお店も可愛い。可愛いお店多いな。写真とか動画って本当難しいですよね。なんかね、自分が思った通りになかなか自分が見た通りには撮れないんですよね。写真とかも。写真せっかく撮っても後で見るとなんか自分が見たものとは全然程遠いものが写っててがっかりすることが多いから、あまりむやみに写真撮らないようにしてます。このビストロ可愛くないですか？あ、車が来た。これなんだ、教会かな。教会ですかね。どっち行こう。こっちに行こうか、こっちに行こうか。向こうの方に行きましょうか。これ何でしょうね。これ何かと思ったら鐘楼なんですね。教会の新楼とは別棟になっています。そしてその下は何かというと、もしかしてこれ、はあ、そうなんだ。これトイレですね。そしてこちらは何でしょう。そしてこちらがサントカトリーヌ教会の新楼です。どちらもフランスでは非常に珍しい木造の教会です。マスクしますね。では中に入りますね。このひっくり返った船体のような外観の教会は面白くて、造船に使われる部材が使われています。教会ですね。当時の造船所で働いていた有名な斧使いの人々がノコギリを使わずに作り上げたそうなんです。じゃあちょっとぐるっと回ります。こんな感じの素敵な教会ですね。これ感心したんですけれど、木造ということで万が一の火災の際に建物内にいる人々が犠牲にならないようにと、それで教会の鐘は別の場所にある鐘楼に設置されているんですね。そういえばさっき新楼と言いましたけれど、新楼というのは教会の入り口から祭壇の前までの中央部分を言うんですね。1875年に歴史的建造物に指定されている教会です。
ということで外に出ます。じゃあ出ますね。どっちに行こう。あっちかな。マスクがきつい。このカルバドスはリンゴのブランデーです。ポモは未発酵のリンゴ果汁とカルバドスをブレンドした食前酒。そしてシードルはご存知の通りリンゴの果汁を発酵させたお酒です。フランスの素敵な街の細道ってなんかワクワクしますよね。なんか石鹸のいい香りがする。しかし可愛いな街が。めっちゃ狭いでしょ通りが。じゃあ車に着いてこっちに行きます。なんか思ったより街広いですね。もっとこじんまりしてるのかと思って。ただ道は狭いですよね。車取るの結構大変そうだもん。かわいいねお店が。これは何屋さんですか。あんまり向こう行くと街から出ちゃうのかもしれない。屋根が可愛いですね。あそこの家可愛い。煙突も可愛いや。まだ全然そこみんな写真を撮って全部青色の扉になって色がいいですね。色がもうねかなり狭くてこんなところにこんなに幅の狭い階段の細道があります。すごく狭い通り。どこまで続いてるんだこれ。なんかあそこに塔があるのであの塔までちょっと行ってみますね。塔がわかりますか。立派なお家が多いですねやっぱりね。こんなところにそびえ立っていると一体何だと思いますか。そこになんか出てるのでちょっと見えてみますね。灯台だったってことこれ。まさか灯台だとは思いませんでした。セーヌ川河口の南岸ノルマンディー橋の下流に位置する灯台です。高さは約15メートルとそこまで高くはないんですが周りに何もないのでそびえ立っているように見えます。真上をゆっくり流れていく白い雲が綺麗ですよね。そしたらどうしよう。今来た道を戻ってじゃあまっすぐ行きます。よくパリだと犬のね糞が落ちてるってよく言うんですけどこういうあれなんですね。ちゃんと拾うようにって袋を用意している町もあるんですね。すごいな。この町の人口は7000人程度なんですが65歳以上1人に対して20歳未満が 83.5 人という若年層の人口比率が非常に高い町です。なんだろう色使いがいいのかな。さっきも言いましたけどクリスマスの雰囲気って12月25日の後も1週間から10日ぐらいは続くんですよね。
まだクリスマスなんですよ。このお店面白いです。何が面白いって、なんかこんな石の置物が置いてある。こういったお店のデコレーションって本当にうまいというか感心しますよね。ちょっと話ずれますけど、もちろん日本のようにフランスでも建築基準法や消防法というのがあって、業者の資格によって施行可能範囲が変わってきます。中心地にだいぶ近くなってきたこともあって、お店も人も随分と増えてきました。このお店かわいいですよ。ということで街に戻ってきました。行きはこっちを通って、帰りはここを通って帰ってきました。これはさっきのとこ？じゃないな。港の、あれ？来たか。眩しい。この正面の建物は14世紀にシャルル5世が築いた要塞の跡の一つだそうです。オンフルーフは14世紀の100年戦争から軍事的に重要な役割を担い始めたようです。これがさっき見ていた湾の方、湾じゃないや、ポートの方の方ですね。だいぶ日が暮れてきちゃった。暗くなってきちゃいましたね。でももっと寒くなるかと思ったけど、全然大丈夫だったな。かつてここは城壁の内側にあったようです。拡張工事によって城壁は取り壊されたと記録にありました。この波止場は長さが130メートル、幅は80メートルほどだそうです。この停泊している船とかヨットは全て個人の所有物だということなんですよね。一番最初にいたのが向こう側ですね。一番最初向こう側から来ました。あそこにホテルデビルがあるんで、ここ波止場の割には海水が澄んでいて綺麗なんですよね。さっきまではかなりの鳥がこの上を飛び交っていて、今は見えなくなってしまいましたけど、この屋根の上に止まっているようで鳴き声が一帯に響き渡っています。鐘の音が鳴り響いています。やっぱり海はいいですよね。とても穏やかな街並みです。こちら側の方はさっきの方とは違って交通量がとても多いようです。ということでほぼ一周したかなという感じです。僕は少し早歩きで歩きましたけど、パリから200キロ弱と2時間程度で行けるオンフルーフ、日帰り旅行も十分可能です。いかがでしたか？じゃあ帰ります。ということで明日も変わらずいい日になるといいですよね。それではまた。